なんか監督、最近おすすめとかあります？この間コメントを求められたんだけど、お、そんなのか。オフィシャルからね、昔の映画で殺しの分け前ポイントブランクっていう映画がね、今度リバイバル上映されるんだよね。全然知らないですね。いつぐらいの映画なんですか？これ1967年だね。かなり昔60年代。リバイバルやるんですね。そうだね。でこれいわゆるフィルムノワール犯罪ものなんだけど、監督がねジョン・ブアマンっていう人なのよ。ジョン・ドアマ。主演はね当時人気俳優だったリー・マービンという人がやってるんだけど、監督がジョン・ブアマンで、映画ファンの間では、僕世代のね映画ファンの間では、ジョン・ブアマンってちょっと、有名な人っていうか知られた人、あんまり聞いたことないですね。どういう？70年代に結構活躍した監督で、とにかく、この「ポイントブランク」はフィルムノワールで、犯罪ものなんだけど、犯罪もの。それ以外だとやっぱり一番有名なのは未来惑星ザルドスかな。ザルドス未来惑星ザルドス。これみんな聞いてる人はね、宇宙コンピューターで検索してもらえばね、多分いろんな絵が出てくると思うんだけどザルドスは結構マニアの間では有名だね。あとは僕が高校生の時に見たのはエクスカリバーっていうその映画だね。これはヨーロッパの伝説のアーサー王かな、電卓の騎士の話だね。であとはエクソシストのパート2を撮ってたね。当時だから売れてた映画監督なんだけど、この映画監督ちょっと変わってて、とにかくね、こう不思議な映画を撮るんだよね。ザルドス検索宇宙コンピューターしましたけど、すごい映画出てきますねおじさんがすごい格好で、これ007のショーン・コネリーね。これショーン・コネリーなんですか？ショーン・コネリーなんでね。なんか三つ編みにタモパイパイみたいな格好をして、なんか見た目のおじさんが出てきましたね。そうで、ザルドスは結構映画ファンの間では有名な映画で、僕テレビで見たんだけど当時ね、結構やっぱり印象には残ってるね。特にクライマックスが超シュールな感じになって、なんていうかこう世界とは命とはっていうなんか問いかけみたいなのがあるんだけど、SF だねこれは。ではある、SF。そういう命とかをテーマにした、人間と文明とは何か、人間とは何かみたいなね、なんかそういう問いかけがあるような不思議な映画だったね。それでいてなんか一応アクション映画で主演がショーン・コネリーだったんでね。だからパッと見の印象は金座座とかああいうシュール系の映画。ただねショーン・コネリーが出てるんで、ショーン・コネリーですもんね。もうちょいエンタメなんだよね。だからって言ったってショーン・コネリーが面白いのは面白いと思うよ。この監督が撮ってる。この監督がポイントブランクの監督なんでね。でエクソカリバーもね結構面白いですよ。あとエクソシスト2も賛否はいろいろあるけど、僕は結構好きな映画かな。とにかく不思議な映像を作り出す人で、この映画もね犯罪ものなんだけどフィルムノワールで、要するにその、ギャングものなんだけど、なんていうのかな、いわゆるハードボイルド調なんだよね。だからハードボイルドでフィルムノワールでちょっと不思議な感じっていうと思い出すのは昨今だとクリストファー・ノーランのなんかインセプションとかね、あそこら辺のモードかなって感じだよね。だからそういう見方で求められたり最近することはあるかもなと思うね。67年からそこの結構センセーショナルな、結構他にも影響を与えてるような監督なんですね。すごいだから画像もすごくね乾いた感じでね、そこ面白かったね。でねちょっと入り口だけ話すとね、なんかかつて脱獄不可能って言われた刑務所、これはねサンフランシスコ湾にあるアルカトラズ島っていうのがあるの、聞いたことあるんですね。もともと刑務所で今は観光名所になってるんだけど、もともと刑務所だったんだよね。でその刑務所だった島で相棒のマル、そして妻と一緒に主人公のウォーカーは闇組織の金を強奪するんだよね。でその直後相棒のマルに裏切られ狙撃されて意識を失うんだよね。でマルは妻と共にウォーカーをアルカトラズに置いたまま逃亡しちゃうと。でウォーカーの復讐の追跡が始まるというね、そういう映画の出だしなんだけどね。
逃げた丸と自分の奥さんを探し出して追いかけていくっていう話、復讐ものに近い感じなんですかね。復讐ものだね。でアルカトラズっていうのは結構映画の題材になんかなったりしてるんだけど、まあ有名なところで言うと、アルカトラズからの脱出、それはそのままタイトルだけど、これが1979年でクリント・イーストウッドが主演で監督はドン・シーゲルっていうね、ダーディ・ハリーのコンビだよね。ダーディ・ハリーのコンビが撮ったアルカトラズからの脱出っていう映画があって、あとはこれザ・ロックっていうのがあってね、これニコラス・ケイジが主演してて、マイケル・ベイが監督してて、ね、はいはいはい、でもよく映画では確かに絶対に出られないっていうね。でこの脱獄不可能っていうのでよく出てきますね。アルカトラズからの脱出はこれ実話を元にしていて、で、このポイントブランクでもちょっと説明されるんだけど、そもそもアルカトラズは脱獄不可能って言われてる刑務所なんだよね。でその中でも唯一3人だけが脱獄したっていう記録が残ってるんだよね。でこの脱獄した3人が本当に島から出て生きたままその脱獄を要するに完了できたのかどうかっていうのが謎になってて、3人の行方っていうのは分からないってことになってるんだよね。だからこの実話からおそらくインスピレーションをこのポイントブランクも得てるのではないのかっていうふうに俺は思う。だから3人なのかなと思って、でイーストウッドのアルカトラズの脱出は本当にその3人の話なんだよね。だからなんていうのかな、この絶対に生きて出ることができないその島にその島で事が始まって、そしてその島を出た3人がどのようななんかこう経緯をたどるのかっていう話だよね。で主人公ってその最初のシーンで撃たれるんだよね。撃たれてそれで死んだっていう風に見えたんだけど、死ななくて相棒のマルと妻を追跡するっていう話で、この追跡劇がね本当になんていうのかな、すごくちょっと変わってるよね。だからなんていうのかな、フィルムノワール的だよね。だからその意味だとなんて見せ方もなんかねちょっとなんか今リバイバルのやつの予告見ましたけど、映像めちゃくちゃかっこいいですね。そうだからなんかクールな感じでね。っていう音もすごいしっかりしてて、なんかそんなに古い映画にも見えない。そうだよね。だからノーランのインセプションとかその感じとかねに近いよね。結構こういう映像でもこの監督がさっきのザルドスもう撮ってるわけですもんね。そうなんか振り幅がすごいすごいですね。こういうなんかおしゃれなスタイリッシュ系の、こっちのポイントブランクの方はすごいスタイリッシュな映像っていうところと、ザルドスは結構なんていうんだ、ザルドスは本当にちょっとシュールな感じでは、そうですね、シュールな。そうだね。なんかでも画面の雰囲気としてはなんかマイケル・マンっていう監督がいるんだけど、マイケル・マンの感じにもちょっと似てるかなという風な感じはするけどね。マイケル・マンっていうとあれだよね、ヒートとかマイアミ・バイスとかね。けどやっぱそのクライムものというか、クライムものでちょっと男っぽい世界だよね。ちょっとセメントの打ちっぱなしのなんていうの空間みたいなところでなんかバトルとか銃撃するみたいな感じでちょっと男っぽい。なんかわかります。こういう結構予告のやつでは結構銃撃ってるシーン印象的に出されてますけど、かっこいいですね。そうだね。このおじさんリマビ、この方が主人公で、一体ハードコイルドものって感じか。ウォーカーってやつが主人公で、このウォーカーっていう名前もねすごい名前だよね。でこのウォーカーっていうやつが要するに復讐するために相棒を追いかけるっていう話なんだけど、ウォーカーが一体何を最終的にするのかとか、一体どこに行き着くのかっていうことだよね。だから、その意味だと本当になんかこれもね言っちゃうとネタバレになるんだけど、僕はねこれ最初と最後が要するにどうなるかっていう話ですよね。だから最初に明らかに主人公は死ぬしかないっていう状況に見えるんだよね。撃たれたところから始まるんですよね。撃たれたところから始まるからね。それで脱出不可能って言われてるアルカトラズから脱出するわけだよね。それで復讐劇を
終えてそれで男はどうなるのかっていう話だよね。殺しの分け前っていうサブタイトルがついてるからや、なんかこう例えばお金かなんかを持ち逃げされて、もちろんそうだね、れとも完全に復讐最初にだけなん強奪ですか？されたお金と、まあ、妻をまあ持ってかれたっていうことで復あ、そっか。讐だよね。ウォーカーの妻そうウォーカーのなんですもんね。妻だよね、だから妻と相棒が要するに自分を騙したって話だよね。ああ、それはもう復讐戦や。金も女も取られたウォーカーがアルカトロスから復讐の盾に出る。そうね、だからこれは一つ俺はねちょっとヒントを与えると、これは魂の監獄ではないのかなと思うんだよね。で魂を取り戻す復讐劇なのかなと僕は思ってる、ね、主人公の中で何かこう変わっていく様みたいなのあるんですか？それともずっと最後まで復讐の？最後まで復讐しようとするね。その奥さんにとの何かこう恋愛的な描写はあるんですか？途中でね奥さんの妹が出てくるんだよね。奥さんの妹が出てくる。で妹とのやり取りになっていくかな。そこでほだされてなんか復讐何回もみたいなことにはならないですね。まあねそれがねだからやっぱりねこれ最後まで行くのがやっぱりねこのねウォーカーが一体何者なのかっていうことが結構重要なところじゃないのかな。やっぱり主人公がミステリーなんだよね、謎なんだよね。でも犯罪者っていうところはストーリーとしては本当はあるんだけど、それ以上の何かこう情報っていうのは後々になって分かってくるような構成なんですと。まあねそこもねネタバレに入りそうだ。まあでもねこれやっぱり監督がジョン・ブアーマンなんで、やっぱりブアーマンらしいなとは思ったね僕。なんかいろいろまあザルドス、エクスカリバー、エクソシストとかね、あとエメラルド・フォレストとかもそうかな。まあ、非常になんかこう幻想的っていうか非常にマジックな感じっていうのかな。結構この監督の強みとしては結構そういう絵作りというか、そうだね、ザルドスとかだと完全シュールな絵作りでしたけど、こっちは結構すごいハードな絵作りっていうところですけど、映像がやっとかっこいいところなんですか？そうだね、映像は本当にこの人は面白い映像を撮るね。でシュールだよね。だからそういう意味でもクリストファー・ノーランとかを好きな人は結構好きなんじゃないのかなと思ってる、ね、そういう意味では内容も含めてそういった絵作りとか絵の作り方、撮り方、あとはそのなんか伝えようとしてる内容とかもそうなのかなって気がする、ね、いやブアーマンは全然知らなかったからちょっと、まずはザルドスをちょっと見る方法を探してみます。ザルドスがずっと気になってしょうがない、まさかのダークローセブンがこんな顔パイパイになってるとは。それを見てからポイントブランクをポイントブランクとザルドス同時上映してくれればいいのでチェックしておきます。ありがとうございます、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。